1、はじめに、今回はセガエンタープライゼスが発売したアフターバーナー2の魅力に迫る。書籍及びインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。開発者の方または非常にお詳しい方、動画の間違いを小やめでスルーできない方、またはゲーム映像だけを楽しみたい方は他の投稿者様による素敵な動画がたくさんありますので、ブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよ、という方は少々お付き合いいただきたい。2、概要。アフターバーナーは鈴木勇士がデザインし、スタジオ128が開発した三人称視点のレールシューティングアーケードゲームで、1987年にセガ X ボードシステム向けにリリースされた。このゲームは標準的なアップライトキャビネットと2つのコックピットの3つのバリエーションでリリースされた。1つは左右に傾くバージョン、もう1つは回転コックピットバージョンである。数ヶ月後、更新バージョンであるアフターバーナー2がリリースされた。アフターバーナーはハングオン、スペースハリアー、アウトランの勢いに基づいて、セガで最も成功したアーケードゲームの一つとしての地位を確立している。これはセガ X ボードテクノロジーを利用した最初のゲームであり、ゲーム内のスプライトの拡大縮小と口述する回転を行うことができ、疑似3次元グラフィックスを生成できる。また、水平方向に回転するシートと垂直方向に回転するコックピットを備えた。当時革新的なキャビネットのデザインでも記憶されており、統合されたアナログフライトスティックによって制御され、キャビネットの動きがジョイスティックの動きに対応する。アフターバーナーには複数のストーリーがある。アーケードゲームの宣伝資料に印刷されたもの。日本のゲームギアゲーム G ロックウェアバトルのマニュアルに記載のあるストーリー。マスターシステムバージョンで印刷されたストーリー。そしてゲームの開発に基づいたゲーム内ストーリーがあり、ゲーム内メッセージを通じて謎めいてほのめかされている。アフターバーナーでは、プレイヤーは F14 トムキャットをヒントにしたジェット機を操縦し、機関銃の射撃と限られたミサイルの供給で敵を破壊する。スペースハリアーと同様に、これは一本道、シューティングゲームである。飛行機は画面内を継続的に移動し、プレイヤーはその X 座標と Y 座標のみを調整できる。アフターバーナーの目的は、通常は敵のミサイル攻撃を避けて18の各ステージを生き残ることであるが、6ステージごとに発生するボーナスステージでは、プレイヤーは衝突しないようにオブジェクトを避ける必要がある。プレイヤーが持つミサイルの量には限りがあり、実際の F14 にはまず搭載不可能なようであるが、ゲーム中様々な間隔で燃料が補給される。開発の歴史。アフターバーナーは1986年12月に開発を開始し、それは鈴木勇士が米国のフロリダを訪れた際に、もう一人のスタッフと実際のジェット機を個人的に操縦し、風船に参加したという実体験に触発された。まず適切なガイドを全て読んだ後、彼らは私たちに数時間講義をして全てを説明した。その後ジェット機に乗り込み、インストラクターと一緒に飛び回りました。この航空機にはレーザー銃と発煙弾が装備されていた。相手に当たると発煙弾が作動し、撃たれたことになる。そして私たちは約2時間飛び回り、お互いに撃ち合った。その後飛行機に関するゲームはどれも面白くないことに気づいた。なぜならそれらの中で航空機を制御することは現実の生活よりもはるかに困難だったからである。そして私はあることに気づいた。それらのフライトシミュレーターは全て本物の飛行機を操縦したことさえない人々によって作成されていた。このゲームは大衆文化の影響も受けていた。鈴木氏はもともと宮崎駿氏の1986年のアニメ映画「天空の城ラピュタ」にインスピレーションを受けており、ゲームも同様のスチームパンク SF、ファンタジーのテーマになる予定だった。1986年のハリウッド映画「トップガン」を見た後、チームはこのゲームが世界中の観客を魅了する必要があることに気づき、F14 戦闘機を使用したより現実的なテーマにゲームを変更した。このゲームは地中海からスタートしてロシアに向かう予定だったが、チームにはアウトランのようにロケ地を偵察する時間がなかったため、アフターバーナーの風景の多くは架空のものとなった。ゲームを作成する際の大きな課題はスプライト、テクスチャの回転であり、ス
プライトの表面を回転させる方法を研究することであり、これは大きなマイルストーンだった。もう一つの大きなマイルストーンはミサイルからの煙をよりリアルに見せたことである。開発チームの数人のメンバーは主に夜間にプロジェクトに取り組んでおり、三船聡氏はアフターバーナー20周年記念ボックスの中でよく午前3時か4時まで働き、その後プールバーで深夜にビリヤードをしていたと回想している。午前7時にオフィスに戻り仮眠を取り、午後7時から仕事を続けた。さまざまなプログラマーを取り巻く不幸な状況により、ゲームのプログラミングに費やした多くの時間も無駄になった。プログラマーの一人である小林正彦、マッチとしても知られる小林が帰宅する前にリードプログラマー鈴木優の作品のバックアップを定期的に保存。その後鈴木氏は早朝にプログラミングを続行したが、その日の後半に昼寝をしている間に小林氏が戻ってきて進行状況を以前のバックアップに戻し、鈴木氏は作業を最初からやり直す必要があった。これは原因が判明するまで数日間続いたと記録されている。アフターバーナーはもともとアフターバーナー、ベッドアウトとファイナルテイクオフの音楽トラックでメロディーが流れるように設計されていたが、これらは潜在的に忙しいゲームにかき消されるのではないかという懸念から最終ゲームから削除された。オリジナルのアフターバーナーは日本のみでリリースされたが、数ヶ月以内にゲームの更新バージョンであるアフターバーナー2が配信された。アフターバーナー2はいくつかの小さな調整、スロットルコントロール、追加のレベル、ミサイルシステムへのわずかな変更などを除けばほぼ同じであり、アフターバーナー2はオリジナルのアフターバーナーと混同されることがよくある。同様の関係は同じくセガ AM2 によって制作されたギャラクシーフォースおよびギャラクシーフォース2にも当てはまる。制作クレジットは以下の通りである。リード開発者、リードプログラマー鈴木優、プログラマー三船聡、小林正彦、中島康、プログラミングのヘルプと隠しメッセージ東條克美、作曲川口博、テストパイロット内田誠、メカニカルエンジニア松野正樹、電気技師伊藤太、長田正幸、X ボード開発八木博、浜田和彦。アウトランと重複するが、ここでスタッフを紹介する。鈴木優氏と広志賞は皆様よくご存知ですので省略する。プログラマー三船聡、別名ビンとしても知られる日本の実業家で元セガオグジャパンのプログラマー兼プロデューサー。鈴木優に続いてセガ AM2 の初期メンバーの一人として挙げられている。代表作にはバーチャストライカーシリーズ、バーチャ NBA、GP ライダー、ターボアウトラン、ダイナマイトダックスなどがある。三船聡は1985年にセガでキャリアをスタートした。彼はプログラミングを勉強していたが、ビデオゲームには興味がなかった。就職活動を始めた際に学校にセガが募集している広告が貼られていて、見事採用された。当初はテーブルトップ開発部門に配属されたが、ハングオンの開発が多忙な中、開発者の鈴木優を支援するためにプログラミングの専門知識が求められた。彼のサポートのおかげで、彼は鈴木と同じ部門、後にスタジオ128、セガ R&D8 およびセガ AM2 となる2再配属され、スペースハリアー、アウトランおよびアフターバーナーのプログラムを担当することになった。彼のメインプログラマーとしての最初のゲームはダイナマイトダックで、彼の別名のビンは主人公のビンとしても有名で、その後ターボアウトランのゲームデザイナーになった。彼はオリジナルとは全く異なるアウトランゲームを作るよう依頼され、ドライビングゲームというよりはレースゲームに近いものになった。彼はこれまで鈴木氏と緊密に協力してきたが、 GP ライダーのデザインに関して両者の意見が一致していないことに気づいた。鈴木氏はプロジェクトから離れ、三船に自由を与え、自分のデザインが価値があることを証明するために、三船は GP ライダーの成功のために精力的に働いた。その売れ行きは驚くほど好調で、レーシングゲームをデザインする才能が評価され、F1 エキゾーストノートの作成にゴーサインが入り、
セガ入社時の夢のゲームの一つである F1 ゲームが実現した。2009年頃にセガを退社した後、AM2 の元同僚である岡安圭司が設立した会社であるスタジオフェイクに入社した。プログラマー小林正彦、マッチとしても知られ、日本のセガの元プログラマーである。彼はスタジオ128とセガ R&D8 での作品でよく知られていた。鈴木雄氏が極秘のアフターバーナー開発スタジオに誰も入れないと言っていたため、セガの社長を自分の部屋に入れることを拒否した。また G ロックのデバッグで空中戦を行い、最終的にはキャビネットに2時間閉じ込められた。1994年のデイトナ USA のリリースと1996年の電脳戦記バーチャロンの間のどこかで AM2 から AM3 に移行した。ダイナマイトダックスのラスボスであるアチャチャは小林をモデルとしており、アフターバーナーでも気をつけろ、マッチの武器はヒゲと油だというフレーズで言及された彼のヒゲが描かれている。プログラマー中島康、1987年にセガに入社し、スタジオ128に配属されてアフターバーナーの開発に携わった。1990年代初頭にスタジオ128が AM2 になると、マーケティングの役割に落ち着き、広報担当者と一緒にバーチャポップなどの広告タイトルで働いた。2000年代初頭まで AM2 および一部の AM1 タイトルでクレジットに載っている。プログラミングのヘルプと隠しメッセージ、登場克実、1984年に入社。代表的な作品にはエンデューロレーサー、SBI、ギャラクシーフォース、スーパー、モナコ GP などがある。1993年4月に AM3 部門の技術マネージャーに昇進した。10年後、ヒットメーカーのソフトウェア研究開発部門のゼネラルマネージャーになった。テストパイロット、内田誠。内田誠は中国のセガの創設者兼社長である。80年代から90年代にかけて様々な成功を収めたアーケード、ゲームをデザインし、その代表作には銃王機、ゴールデンアックスなどがある。もともとは日本のセガエンタープライゼスに勤務していたが、90年代後半を通じてセガオブアメリカに駐在し、ダイナマイトデカシリーズやエイリアンフロントオンラインを開発し、その後2002年に中国に渡り、2005年のリブート版銃王機オルタードビーストを開発した。セガエイジス2500シリーズボリュームに続くダイナマイトデカでは、プロデューサー、スーパーバイザーとして中国のセガのプロジェクトを監督している。メカニカルエンジニア、松野正樹。1985年4月にセガに入社し、アミューズメントマシンに焦点を当てた AM4、AM5、AM6 部門で、1980年代後半から1990年代にかけて同社で最も成功したタイトルの多くのキャビネットとハードウェアを設計した。松野氏は90年代半ば以降のある時点で不特定の時期にセガを辞めたようで、引き続き他社でゲーム開発に携わっている。セガの最初の体感ゲームであるハングオンの開発後期に貢献した後、彼のデビュープロジェクトはスタジオ128の後継作であるスペースハリアーであり、シャーシ設計で主導的な役割を果たした。これらの成功により、同様に人気のあるアウトランおよびアフターバーナーキャビネットのヘッド設計のポジションにつながった。度重なる自主的な残業により、わずか2年で社内での役割が確立された松野は、中山駿の承認を得てアーケード筐体製造の課長に昇進した。彼の最も複雑なプロジェクトは1989年に始まった。彼と海外のセガのスタッフがオーストラリアのパースでロケテスト中に発見された無許可の回転式アフターバーナー筐体を調査するよう鈴木久から命じられた時だった。自分とセガならもっと良いものを作れると確信した松野は、新しく集められた新人開発者チームを率いて、後に R360 となるものの開発を開始した。1990年に R360 が完成した後、松野はラッド、モビールとバーチャ、レーシングの筐体開発を率いた。この時までに、セガの筐体製作スタッフは AM4 としてまとめてグループ化されており、松野はマネージャーを務めていた。彼はまた、アトラクションに重点を置いた AM5 と協力してバーチャフォーミュラと VR1 を作成した。1990年代半ばには
待つのはさらに小型のアストロシティ、ブラストシティ、スーパーメガロ多目的筐体のヘッド企画とデザインも担当した。2000年6月にセガを退社し、アルゼのカジノハードウェアの開発に携わった。彼は少なくとも2009年からユーノゲームズで働いており、最近では CEO を務めている。電気技師伊藤太 AM 研究開発第4部の次長だった。彼は1985年に入社し、スペースハリアー、アウトラン、アフターバーナー、ギャラクシー、フォース、R360、スーパー、モナコ、GT などの多くの著名なアーケード、筐体に携わった。他にもメイキングクラブシリーズ数機種、フリントクラブ2など、HMD、ヘッドマウントディスプレイの試作機、メダルゲーム機など、アミューズメントハードも幅広く手掛けた。1999年にセガを退社した後、サンワークスなど数社に勤務し、アミューズメントシステムの開発を続けた。現在はアイデアゲームスの CEO を務めている。長田正幸、機械エンジニアとしてスタートしたが、90年代半ばにプログラマーになった。アフターバーナー、ギャラクシーフォース、ラッドモビールでの仕事で最も有名である。X ボード開発、八木博士。セガで最も多作で長年勤務しているエンジニアの一人である彼は、同社に在籍していた2つの期間中、数多くのアーケードボードやその他のハードウェアの開発を監督し、主導して成功を収めてきた。2010年代以降、八木氏はほとんどの職務から正式に引退し、代わりにデータベース開発とウィンドサーフィンに専念したが、時折コンサルタントとしてセガで働き続けた。1975年に初めてセガに入社した。最終的に本社が自宅から近いという理由でセガへ就職した。当初、セガプロダクション、エンジニアリング部門のキャビネット、エンジニアリングに配属された。1980年までに、八木氏はセガを辞めてホンダに移り、同社の技術研究所に入社してゲームではなくグラフィックスをデザインした。しかし、研究開発能力に失望し、グラフィック、デザインの意図を実現できなかったため、この転職は長くは続かず、元指導者である佐藤秀樹の承認を得て、1983年にセガに再入社した。復帰後もアーケード、ボードの開発を続け、システム2、セガアウトランハードウェア、その後継の X および Y ボード、競馬メダルゲームで使用されるハードウェアの設計を続けた。セガの優れた開発環境のおかげで、八木氏は副業でグラフィックデザインの仕事もできるようになった。60歳になった八木氏は2010年に正式にセガを退職した。それにもかかわらず、彼は10年間を通じてさらなるアーケード、プロジェクトの上級コンサルタントとして何度も同社と協力し続けた。X ボード開発、浜田和彦。1983年にセガに入社し、アウトラン、アフター、バーナー、ギャラクシー、フォースなどのゲーム用のさまざまなアーケード、ボードを開発した。1991年末、システム32の登場に伴い、彼とそのチーム、セクション、マネージャーを務めていた。代わりに次世代の家庭用コンソールハードウェア、セガサターンの開発に着手し、そのリリース後も周辺機器の設計と低コスト化を実現する方法の研究を続け、セガのドリームキャストも担当した。後ほど映像を紹介するが、ここで簡単に代表的な移植作を紹介する。セガマーク3版、1987年12月12日発売。アーケード稼働開始のわずか5ヶ月後発売。そもそもセガマーク3にアフターバーナーを移植することに無理がある。そこを技術者は果敢に挑んだ。スペースハリアー同様に BG にオブジェクトを描く。イース、動画で解説したが、BG へのソフトウェアスプライトの合成は難しい。スペースハリアーはそのため、キャラに縁がついていた。そこをセガ技術者は、空と地上の合成を行っている。各移植作を横に並べてけなすのは簡単である。まず、その技術力、アーケードで絶賛稼働中に発売された。ファミコンやメガドライブ、PC エンジンはに、3年後の発売である。長らくは家庭でプレイできる唯一のアフターバーナーであった。FM タウンズ版 CRI、GSK 総合研究所、
1989年3月1日発売。 CD、PA による生演奏、メロをギターやホーンセクションで奏でる両アレンジと感じた。映像は当時最高峰である。水平線描画があれば評価は違ったと思う。 X68000 番、1989年4月26日発売。電波新聞社、伝説のプログラマー松島氏の作品である。当時最強のアフターバーナーであった。いくら高級な X68000 といえど X ボードとのスペック差は数段レベルが違う。アフターバーナーの魅力は爽快感だった。美しいローリング、アナログ入力デバイスがなかった時代にマウスとキーボードで操作するというコロンブスの卵的な発想。プレイ感覚はアーケードそのものであり、松島氏の技術が絶賛された。ファミコンや MSX しか持たなかった少年たちには電気店の店頭で眺めるだけの憧れの存在だった。アーケードと比較しあれが足りないとかは誰も気にしてなかった。ファミコン版、1989年3月30日発売。ファミコンしか持たなかったアフターバーナーファンには貴重な存在だった。ボーナスステージの再現度は X68000 番含めかなりの再現度であった。メガドライブ版、1990年3月23日発売。 PCM は X68000 と同じく1チャンしかない。本作は PCM は一切利用していない。 PSG、TCSG による PCM 再生でマルチチャンネル PCM 再生を実現している。これによりボイス、バルカン、ミサイル、爆発音、ドラムを同時に鳴らしている。また水平ラスタースクロール機能を使って美しい地平線を表現している。残念ながら空のグラデーションはオミットされている。 PC エンジンでは力技で実現していた拡大処理もオミット。しかしながら操作感、プレイ中の SE 含めたサウンド総合としては家庭用ゲーム機で最も優れていた。 PC エンジン版、1990年9月28日発売。最初に申し上げると8ビット最強のアフターバーナーである。メロ付きとなる波形メモリ音源であるが、ボイスは波形メモリ PCM で再現。空中給油の拡大処理、グラデーションの回転も多少ぎこちないが技術力で再現している。ギターの波形メモリでの再現は素晴らしい。トメイとしての映像は当時の家庭用ゲーム機では最も優れているだろう。32X 版、1995年1月13日発売。翌年のセガサターン版含めてオリジナルから8、9年経ってほぼ完全移植を実現した。いかに X ボードがとんでもないハードだったかがお分かりいただけたと思う。これ以降アーケード版サウンドオリジナル、 FM 音源のみ、セガ PCM のみと分離して再生する、それぞれの役割を楽しんでいただきたい。3. セガ X ボードについて。セガ X ボードはセガアウトランハードウェアの後継として1987年にセガから発売されたアーケードシステムボードである。アフターバーナーとサンダーブレードでデビューした。 X ボード仕様はより多くのメモリとより強力な GPU チップセットを備えたアウトランハードウェアの拡張であり、一度に画面上で2倍の数のスプライト、テクスチャ、2倍のタイルレイヤー、高速なフィルレート、より多くの色およびスプライト、背景の回転効果を実現した。1枚の基板に凝縮されており、若干製作しやすくなった。 X ボードはアーケードハードウェアのスーパースケーラーシリーズの3番目であり、その後は Y ボードとシステム32に引き継がれた。セガのアーケードハードウェアのスーパースケーラーシリーズの3番目、セガハングオンハードウェアおよびセガアウトランハードウェアに続くとして、このゲームはスプライト、テクスチャ操作機能で注目された。これにより次のような高品質の3次元ビジュアルを作成できた。 X ボードハードウェアはもともとアフターバーナー用に開発された。技術仕様、 X ボードの仕様、基板構成、単板、 CPU、メイン CPU、日立 FD1094、12.5MHz、68000CPU 互換、モトローラ MC68000、12.5MHz、16ビットおよび32ビット命令、4.375ミックス。
サウンド CPU サイログ Z80 4MHz サウンドチップ FM 音源チップヤマハ YM2151 4MHz 8FM チャンネル PCM サンプリングチップセガ PCM3155218 4MHz ステレオ出力 16PCM チャンネル12ビットオーディオ 31.25kHz サンプリングレートグラフィックスプロセッシングユニットセガスーパースケーラーチップセット 50MHz 主要なグラフィックプロセッサー3155197タイルマップジェネレーター3155211A スプライトジェネレーター3155242カラーエンコーダー3155275ロードジェネレーター3155278ワッチスプライトロムバンクコントロール数学プロセッサー3155248ハードウェア乗算機3155249ハードウェア乗算機固定小数点演算機能 Z バッファリング深度マップメモリ最大 4586KB メイン 1180KB ビデオ 2940KB サウンド 466KB ラム 802KB 710KB 高速 S ラムスタティックラムを含むメインラム 148KB 52KB ワークプログラム S ラム 32KB ワークミラーラム 32KB2 つビデオラム 636KB S ラム CPU 92KB 64KB 背景タイル 12KB 道路 4KB スプライト 4KB テキスト 16KB カラー 3155211A 520KB 8KB デュアルスプライトバンク 512KB デュアルスプライトフレームバッファネオジオでも 64KB ラムであるラムで 4Mbit がいかに広大なラム容量かお分かりいただけるだろう。このメモリを使って拡大回転のちの映像を格納したことがわかる。しかしこの容量はアウトランと同程度である。巨大なオブジェクトが回転できなかった理由の一つでもある。その他 20KB スプライト 4KB 道路 4KB テキスト 12KB サウンドラム 18KB S ラム 2KB Z80 プログラム 16KB セガ PCM チップ S ラム速度45ナノ秒ロム最大 3784KB メイン 1032KB ビデオ 2304KB サウンド 448KB 1987年で 24Mbit サウンドに 2Mbit も容量があったハングオンと比較しサウンドロムは5倍印象的な PCM サウンドを堪能できた。ビデオ解像度 320×224 ディスプレイフレームバッファ解像度 512×256 ピクセルリフレッシュレート 59.6368 から 60Hz フレームレート 59.6368 から 60フレーム秒カラーパレット 98304 16ビットカラーパレット15ビット RGB 光色深度 32,768 色と最大3倍の 98,304 色になる1ビットのシャドウとハイライト画面上の色 24,576 グラフィカルレイヤー4つのタイル面1テキストプレーン1スプライトプレーン1道路2つの道路を同時に描画可能半透明の影マルキューレの伝説動画で解説したが本システムは16ビット 68000CPU2 つと8ビット Z80CPU 混在環境であるサターンで用いられたメモリ共有方式ではなく CPU それぞれにメモリを持つ分散キャッシュメモリ方式であるメイン CPU がほぼ全ての機能を担当しておりサブ CPU は道路描画を担当する構成となっている CPU 間は 315-5250 68000Z80 インターフェースハードウェアコンパレータで相互接続されている全ての通信が 315-5250 を経由するわけではなく一部ではチップ間で直接接続がされているアフターバーナーでのこれまでのセガ体感ゲームからの飛躍は回転処理にある
複数の文献で回転機能を実現したとの記載がある。しかしながら今回の調査で明確な回転機能をハードウェアで実装した確証が見つからなかった。オブジェクトは 22.5 度単位で回転しており16段階となる。また口述のインタビューで大きなオブジェクトは回転することができなかった。そのコメントがある。以下は憶測、妄想である。アフターバーナーの地上オブジェクトは3種類で構成される。アウトランドム容量は 1.98MB、アフターバーナー通路無容量 3.19MB。地上オブジェクトサイズが小さいにもかかわらず 1.5 倍の容量。よって回転データはロムで持っていると想像。そしてハードで持つズーム機能であの映像を作り出す。注目すべきはステージ間のシームレスな移行だ。これは3つのオブジェクトを順番に入れ替えることで移行を実現していると考える。実際ボーナスステージでは背景は回転しない。実際は小さなオブジェクトの組み合わせであの世界観を実現したと考える。そして地平線と空のグラデーションが美しくドット単位でスムーズに回転する。ここには2つの技術がある。まずは地平線だ。これはメガドライブ版の映像が分かりやすい。イメージ的には2つの絵を描く。それを水平ラスタースクロールでスムーズに描画している。 10% の速度で見ていただこう。次が空のグラデーションである。地平のスムーズな回転と同期して回転している。単純にラスタースクロールするだけではグラデーションが伸びたり縮んだりしてしまう。メガドライブ版ではこのグラデーションがオミットされた。複数の移植作ではいくつかのパターンの背景図を切り替えることで回転しているがスムーズな回転が実現できない。ここでアーケード版の映像に注目だ。斜めに飛んでいる場合グラデーションが四角くなっている。前述の通り X ボードには回転機能はない。そして回転機能がない X68000 版でも美しいグラデーション回転を描画している。ここから先は想像である。グラデーションは24ドットある。背景のラスタースクロール背景の上にグラデーションの線を24本引く。これをフレーム単位で行う。メガドライブ版ではオミットされたそれなりの計算を伴う処理である。X ボードにはメインとサブ CPU がある。ブロック図から見るとスプライトなどの大多数の映像処理はメイン CPU 側で行う。サブ CPU は道路描画機能があるが本作では地上補給シーンで利用するだけである。この24本のグラデーションラインはサブ CPU で描画されて VDP で合成されていると想像する。4. 鈴木勇志インタビュー。こちらは1987年のインタビューである。インタビュアーはずんだもん。鈴木勇志は四国メタンでお届けする。それではまず自己紹介からお願いします。はじめまして。電源を入れた時にネームエントリーにいつも言うと書いているのが私です。アフターバーナーの企画、ソフトウェア、コーディネートをやりました。これまでの体感ゲームにも言うという名前がちょくちょく出てきますが半分音が初めでスペースハリアー、アウトランとやってきました。アフターバーナーの企画はいつ頃から始められたのですか？去年86年の12月の初め頃だと思います。僕らの企画のやり方っていうのは一般的なやり方とは全然違ってて、普通は企画があってスタートするんですがまとまらないうちからいっちゃうんです。まずはじめに技術的にやりたいことがあってその中で面白いのができた場合にこれでやってみようかということになるんです。すごい無駄のある方法だと思います。3つ進む道があったら3つやってみてどれがいいか試してみます。1つ選んでダメだったら戻ってやり直しますしどれに行くかわからないんです。だから僕たちの場合は一応企画書というのはあるんですがそれはかなり漠然としたものなんです。企画はその状況に応じて常時変わってきます。アフターバーナーの元のアイデアは映画とかに影響されたとかあったんですか？映画でトップガンとかありましたよね。あの映画を見る前にもう戦闘機のゲームにしようかということでまとまりつつあったんです。はじめは天空の城ラピュタってありましたよね。例えればあのような感じの SF 的なアニメっぽいものを考えていたんです。でもセガの体感ゲームは日本だけでなくてアメリカやヨーロッパなど世界各国に輸出されているわけですから
どの国の人にも分かりやすく親しめるようなものにした方がいいのではないかということになりまして、今のような時期が F14 という形に方針を切り替えることにしました。特にアメリカ人は日本のアニメっぽい画面の空想の世界より実際にあるものを好む傾向にあるようです。今ではアメリカ人も日本的な空想の世界もだいぶ理解されるようになってきていますけれど、大型筐体ともなるとかなり開発費用がかかると思うんですが、そこら辺はどうでしょうか。さすがに開発費用は最大事項ということでパス。でも普通のテーブルに比べてハードウェアをその度ごとに変えなければいけないので、比較にならないほど高い費用がかかっていることは確かです。共通部品というのがないですから、ボード、マスクロム、筐体などを全部変えていくわけです。それでもまるっきり新しいものというのは厳しいので、ある程度同じものは使います。技術革新の積み重ねですね。ハングオンから比べるとかなり進歩してきてますね。そうですね。ハングオンの時なんかは背景がガラガラでしたから、アウトランから新しい方式を使ってますから、技術的なことを言えばハリアー、ハングオンとは全然違います。話は変わりますが、あのアフターバーナーの背景はどのような場所を想定しているんですか。あれはまず地中海あたりから出て、それね、まずかったですかね。笑い。そんな感じで行きたかったんですが、ペルシャ湾は見てないもんで、まあロッキーがやったようにアメリカが敵側をやっつけるというので売れるだろうと。実際の風景だとなかなかうまくつながっていかないんですよ。だから結局は頭の中のイメージが大きいです。14面にはピラミッドとかがあって、南アメリカのような雰囲気があるんですけど。いや、あれはヨーロッパにもありますよ。イタリアあたりに。そのような背景を描かれる時というのは実際に見に行ったりするんですか。アウトランの時は見てきました。でも今回は時間がなくて。写真集とかは参考にするんですか。そうですね。海外旅行情報誌のアビロードなんかを見たりします。300円ですから。笑い。背景などはできるだけありそうな世界にしたいと思っているんですよ。アメリカやヨーロッパなどに出されているそうですが、ソ連にも出しているんですか。ソ連には16ビットはダメみたいですね。ココム違反になるらしいです。そこは8ビットをつないで時期を見具にしてアメリカの戦闘機を撃ち落とすとか。笑い。クレムリン宮殿を出すとか、赤の広場に着陸するというのはどうだったんですか。クレムリン宮殿というのはやりたかったんですけど諦めました。パターン数が膨大で特に大きいものというのは容量的にも無理があるわけです。休憩だと1パターンで済みますが、柱だといくつも描かなければいけない。だからスペースハリアーなんかで六角型の障害物が出てくるんですね。ランディングのシーンなんかは大きいですけど、あれは勝手に着陸してしまうので1パターンのシーンしかないんですよ。赤の広場に着陸するとかいうのは着陸して捕まって終わりになってしまいますよ。笑い。いろいろやりたかったことはあったんですけど、開発期間内にやりきれませんでした。具体的にはどういうことがやりきれていないのですか。例えば飛行機からパラシュートで脱出するとかやりたかったんです。敵機に乗り移ってお姫様を抱きかかえながら降りてきてアップになってとか、そういうことをしたかったんです。キャラクターを大事にしたいと思っているんですよ。ハリアーもハングオンもアウトランも人が目立ちますよね。アフターバーナーも人を出したかったんですけど。アフターバーナーのワンというものについてはどうですか。僕たちなんかは初めにワンが出た時はあまりに難しくて、自分のミサイルのスピードは遅いし点数は全然入らないしということで、これで全面クリアする人なんか出るのかなとも思っていたんです。そのうちアフターバーナー2が出て、これならちゃんとアフターバーナーもついているし、スピードを速くしたり遅くしたりできるので面白いなと思いました。1の欠点も大体改善されているようになって、前と違ってちゃんとゲームになっているなという仲間内でのもっぱらの意見でしたが、アフターバーナー1のこと言われると返す言葉がありませんね。笑い。1の時は自分のミサイルは遅いし、ボーナス面で得点は入らないし、ゲームとしての部分がいまいちかなという部分があったんですが、2ではその点がちゃんと改良してあって、音楽などもパワーアップしてますね。そうですか。そう言っていただけると嬉しいですね。開発者は常に満点を求め、そして現実には満点というものは限りなくゼロに近い、ないに等しいものだということなのでしょうね。ところで今後どのようなゲームを作っていかれるのかお聞きしたいんですが。これからも体感ゲームも手掛けていくつもりです。今までハングオン、ハリアー、アウトラン、アフターバーナーとやってきましたが、
大げさに言えばみんな半分やり残しているんです。アフターバーナーは60点ぐらいですかね。アフターバーナーはドッグファイトをやりたかったんです。今のは全部1対多数ですが、1対1ないしは1対少数の強敵との戦いをリアルに表現したかった。その辺もろもろのことが時間、技術的な問題も少し絡みまして、そういうやり残したことがゲームに反映されていくと思います。やっていきたい方向というのはそもそも本物に近いものを作っていきたいということです。他のドライブゲームを見た時に思うことなんですが、普通の車だったら他の車と接触したりした時に爆発したりいきなり大事故になってしまうことってあまりないことですよね。そこをできるだけ現実に近づけようとしたのがアウトランなんです。ゲームは現実そのものではないですから、ゲームとして成り立つようにいろいろ工夫はします。それでも現実と比べておかしいというようなことをできるだけ避けて、実際にありそうな舞台でありそうなことをしたいというのが目指していく方向ですかね。アウトランやアフターバーナーにしろまだまだだと思います。これを今全部完璧にやろうとすると膨大なコストがかかってしまいます。値段を考えないで作れればいいですけどね。そういうわけでシミュレーションというと大げさですが、現実にありそうでそれに近いことをやっていきたいと思います。5、ヒロシショーインタビュー。アフターバーナーに関するヒロシショーのインタビューがある。インタビュアー、関係者はずんだもん。ヒロシショーは四国メタンでお送りする。アフターバーナーについてお聞きしたいんですが、当時の雑誌記事によるとギターについてサンプリングを使ってるのでチューニングが微妙に狂っちゃうんで、実はちょっとおかしいんですよ。あまりゲームセンターで録音しないでください。今度レコードでちゃんとしたのが出ますからみたいなコメントをヒロさんがしてるんですが、ということは CD に収録されたアフターバーナー脇版から録音したものではなかったのでしょうか。基盤は基盤ですよ。開発ボードですけど CD にはメロディも入ってますが、メロディ入れたバージョンのロムを作ったんですか。開発ボードなんで実機とほとんど同じなんですけど、ロムじゃなくてアイスインサーキットエミュレーターの略っていうエミュレータだったんです。データは焼かないといけないけど、プログラムの部分はアイスの中のラムの部分にロードすれば音が鳴らせたんです。 CPU の代わりをするっていう。なるほど。その機材一式をスタジオに持ち込んで収録したんです。メロディが入ってることについては賛否があったと思うんですが、 CD にするなら曲としての完成したものを CD にしたいという考えだったのでしょうか。あの時は確か大野義弘さんに好きな方を入れればいいじゃんって言われて、作曲者としてはもともとメロありで作ったんで、じゃあメロありでと。アフターバーナーはアルファレコードから出た3枚目の CD で、アルファレコードとしては最後のセガの CD でしたね。今考えるとメロなしを入れるのが正しかったんだろうと、もしくは両方。 CD 版はダンクショットが追加で収録されてましたね。じゃあ収録時間的にどっちかしか入られなかったのかも。しかもあの頃って作曲者の立場からするとよく聴かせたいじゃないですか。なんでエフェクト処理を入れてあったり。あ、よくその話出ますよね。今だったらなんでって感じだけど、その頃はより自分の中での完成体にしたいイメージで、アーケードよりも良いものを出したいっていう、だからリバーブとかもつけてますね。アフターバーナーファイナルテイクオフなんかはフェードアウトして終わるんじゃなくて、最後にギターでチャチャチャって終わったりしますね。補足、今のゲームの CD はデータアーカイブ的だが、当時はいかに音楽作品として見せるかみたいな背伸びをしていた。戦闘なのかというエコーがかかったものもあった。当時はそれで文句を言う人はいなかった。少し開発時のお話もお聞きしたいんですが、アフターバーナーではギターでサンプリングを使っていて画期的でしたが、かなり苦労されたんじゃないですか。 TCM はもともと声を出す目的で作られたものなんです。でもサウンドからするとサンプラーと同じじゃないですか。だったらいい音を出そうということで、ハリアーやアウトランではドラムに使いましたね。でアフターバーナーの時に音階を出そうと。ただ音階のパラメータが0から 7F までしかなくて、低い方は段階が細かいんだけど、そのうち1変えると半音以上変わったりして、高い方になると出したい音を出せないっていう。サンプリングレートも低いんで高音は音が割れちゃうし。なるほど。アフターバーナー
の頃はサンプラーなんて世の中になくて、いやあったけどものすごく高かったので、ボードの開発の人が作ったでかい手作りサンプラーを使ってました。ジャンパー線がむき出しになってて、入力がモノラルで1つだけで、 LED が電源と入力あったよってのとクリップしたよっていう3つしかない。そのクリップの LED がつかないように音源のレベルを入れて、なるべく大きく取るんですか？そうそう、それにもさっき言ったアイスが刺さってて、録音した音をアイスで吸い出してデータ化してっていう、すごく大変でしたよ。ヒロシショウがアフターバーナーの思い出を X にポストされた。昔アフターバーナーの基板はすっごくでっかくてすっごく高価だったものが、今は 3DS のちっこいマシンで再現できてしまうなんて技術の進歩は凄まじい。アフターバーナーのアフターバーナーの始まりのシーケンスパターンはヤマハの PSR70 というキーボードで作られた。先日の電磁マシマシに出演した時、過去のカセットテープを弾く機会があり、作曲途中でメロ違いのアフターバーナーが奇跡的に発掘された。みんながビフォアバーナーとつぶやいてたのが気に入ったので、その名前を正式採用する。アフターバーナーに入っている置き比は良い素材がなかったので、いろんなシンセのストリングなどをいろいろ混ぜて自分で作った。 PSR70 の音色も混ぜた気がする。アフターバーナーに収録されているギターは会社の仮眠室で収録した。布団が良い吸収材になってくれてデッドな録音ができた。当時の開発用サンプリング機械はジャンタクぐらいの大きさがあり、配線丸出しの全て手作りで世界に1台きりのセガ製サンプラーだった。肝心な時に動かなくなるという特徴があった。そのでっかいセガ製サンプラーにはむき出しの IC やら部品やらがたくさんついていたが、要は音声入力端子が1つとクリック LED だけ。サンプリングされたデータはその基板に挿したアイスで PC に取り込むという贅沢3枚のシステムになっている。開発当初ユウさんは効果音を 3D 化したいと要望してたが、当時は 3D 音源技術もそれほど進んでいなかったので難しいのではとなった時、スピーカーを物理的に動かせば 3D になるんじゃないかという神がかりの提案をしてきた。さすがにスピーカーを動かすのはボツになったが、一つの発想から次の発想が生まれ、そしていずれ新たなものが生まれる。始まりの発想をするということは大切なんだと悟った。話は脱線するが、初代バーチャファイターを作ってた時、キャラの肘関節が離れてしまうのをデザイナーが妥協しようとしてた時、ユウさんは自分の肘を指さし、ほら俺の肘はつながってるだろうと言ったという伝説もある。デザイナーは茶化した感じで話していたが、普通のことを普通にしようというユウさんの発想は好きだ。当時はゲームで普通のことを再現するのはとても難しかった時代で、それができることはすごいエンターテイメント性があったのだ。アフターバーナー開発当初、ミサイルの帯を引く煙はしょぼしょぼでとてもつながっている感じはしなかったのだが、最終的にはあのような表現にまで持っていったユウさんとボード開発メンバーは素晴らしい。当時はまだシーケンサー使ってなかったので譜面をきちんと書いていた。それを手打ちでデータ化。今思うとすげえ大変だったが、それはそれで楽しい思い出がもう二度とやりたくはない。ゲームスタート時の BGM はアフターバーナーを流す予定で作曲したのだが、いきなりマックス感が半端なかったので、ファイナルテイクオフを最初の面で使うことに変更した。発売記念に池袋サンシャインシティ噴水広場でアフターバーナーパニックというイベントが行われ、ライブ演奏をしたのだが、いろいろ機材に問題が出て、その名の通り出演者がパニックに陥るというイベントになった。今回のヒロシショウの証言含めて、愛好家で長い間謎の存在だったセガ PCM がどういったものであったか分かった。スペックは以下の通りである。 315-5218-4MHz ステレオ16チャネル12ビット 31.25kHz。 ハングオンではゲーム中に PCM が鳴らせなかった。ゲーム中はチャネルに制限があったなどのゲームごとの証言から謎だったのだ。一つずつ見ていこう。1、チャネル数16チャンネルあった。ハングオンで鳴らせなかった理由はサウンドロムの少なさだ。 82KB しかない。効果音などで全て消費したため、ゲーム中はドラムなどで使えなかったのだ。アウトラン以降はサウンドロム追加に伴ってゲームで利用できるようになった。2、音階変更可能だったのか。0から 7F まで可能。ただし高音域は使い物にならなかったとの証言がある。これが16進数を指すのか諸説あるが、音階変更は可能だった。
実際 PCM データを確認すると、音が高くなると音が短くなる、そしてまた長くなるを繰り返すことから複数半音ごとにサンプリングデータを用意したと思われる。よって音階は変更できたも正しいし、音階ごとのデータを用意したも正しいことになる。 PCM のスペックはナムコシステム2とほぼ同じであるが、音質の違いは DAC のオーバーサンプリング能力の違いだ。こちらについてはナムコシステム2動画で詳しく解説しているので、そちらも参照いただきたい。6. 八木ひろし氏インタビュー。セガ歴代のハードウェアの生みの親である八木氏のインタビューがある。 X ボードはスプライトの最大表示数が256で、各スプライトでズーム機能が使用できるようにしました。ダブルフレームバッファ方式を採用したので、表示能力としては当時主流だったラインバッファ方式より表示の制限が少なくて自由度が高く、表示能力は3画面分程度あり最強だったと思います。表示解像度は 320×224 でした。 CPU は 10MHz のモトローラ MC68000 を2個、サウンドは別基板になっていて、ヤマハの音源チップは EM2151 を搭載していました。セガの名作アーケードゲームをハードウェア面で支えた八木氏が社内で最も苦労したのは、常に最先端かつ最大のパフォーマンスを求める鈴木勇士との作業だったという。アウトラン、アフターバーナー、バーチャレーシング、バーチャファイターなどで鈴木優さんとはカンカンガクガクの議論をしましたね。不詳、私たちの仕事はゲーム開発のソフト側、開発者側がやりたいことの土俵を作ることなんです。土俵にはどんなものが必要かを考えてやっていました。だが作ろうと思ったものをすんなり作れるわけではない。ハードはやるとなれば何でもできるんですが、何事にもコストが影響するわけです。例えばある作業の処理時間を半分にしようとすれば、単純に処理速度を2倍にしたり並列処理化したりといった方法がありますが、結局は何かをトレードオフするということでクリアするしかないんですよ。高速処理をするならより高価なプロセッサが、並列処理をするなら複数のプロセッサが必要になるといった具合だ。だが予算は限られているから、欲しいものを欲しいだけ使うわけにもいかない。 X ボードやアウトランボードで使った MC68000 はメーカーが推奨する動作周波数が 8、10MHz くらいのものまでは安かったんですが、 12.5MHz くらいから急に価格が高くなっていたんですよ。その場合は安いものを使いつつ電圧と温度条件を絞った上で推奨以上の周波数で動かすんです。エクセプション、例外処理というんですけど、そういう無理な使い方もしましたね。ものはやりようです。 CPU の許容電源電圧を本来のプラスマイナス 10% からプラス 10% マイナス 5% に調整するとか、ファンを使って温度が40度以上にならないようにするとか。そうすると安いものでも 12.5MHz で動くようになるんです。データを取ってその分布を見てメーカーと協議してどうすれば動くようになるかを研究するのが仕事でした。7. 飛行機のエンジンについて。1. 初期のエンジン。飛行機のエンジンの歴史は飛行機と共にある。ライト兄弟のフライヤー号は自動車と同じレシプロエンジンで4気筒だった。2. 星型エンジンと可変プロペラ機構。時は流れ第二次世界大戦。三菱はゼロ戦を開発する。自社のエンジンでは性能を満たさないため、現在のスバル日産の前身となる中島飛行機の複列14気筒の星型栄エンジンを採用。エンジンは車でいうギアを持たない。回転数を一定に保つためプロペラピッチと呼ばれる。プロペラの角度を変更することができた。変更は29、49度の間で変更が可能である。この機構はアメリカのハミルトンスタンダード製の油圧式可変プロペラ機構を住友金属工業がライセンス生産したものである。敵国への技術提供となるわけだが、戦時中はライセンス契約などないも同然である。ゼロ戦の技術も墜落した機体をアメリカ軍が持ち帰り、使える技術は利用してたようである。3. ターボプロップエンジン。ジェットエンジンの前にターボプロップエンジンを開設する。国内線海外の短距離路線で使われる中型機で使われるプロペラエンジンである。一見プロペラがあるので従来のピストン型エンジンのように見えるが、全く別物である。種別としてはガスタービンエンジンの一種であり、ヘリコプターも同様の機構である。ガスタービン系のエンジンとしてはターボプロップ、
エンジンとジェットエンジンがある。いずれも空気圧縮機で圧縮して高温高圧にした空気に燃料ケロシンつまり灯油を噴射して燃焼させる。そして発生した排気ガスのエネルギーを使ってタービンを回すのだが、タービンの回転力を減速して使うのがターボプロップエンジン。この場合その回転力を使って圧縮機とプロペラを回し、そのプロペラが飛行機の推進力を生み出す。ターボジェットエンジンは排気ガスの噴射を動力源とする。ただしそれだけでは圧縮機を回す動力源がなくなってしまうので、一部のエネルギーはタービンを回すために使う。つまりターボジェットエンジンとターボプロップエンジンの違いは、排気ガスの噴射が主体かプロペラを回す力が主体かというところにある。飛行機は着陸の時に逆噴射といって推進力を全方向に向けて減速する。普通に考えればプロペラを逆に回せば減速できそうであるが、構造上逆回転はできない。ではどうしているか。可変プロペラ機構の出番である。プロペラの角度を逆にすることで減速するのだ。話の流れでジェットエンジンはどうしているかと言いますと、エンジンを覆っているカバーを動かしてバイパス空気流の噴射方向を斜め前方へ変えて、エンジンコアを通過してきた燃焼ガスについてはそのまま機体後方に噴射し続ける。エンジン出力の 70% 程度が制動力となる。ちなみに羽が二重についているエンジンがある。2段目は逆方向に回転する。連続するプロペラを同じ方向に回すと気流の影響で速度が出なくなるのだ。4. ジェットエンジン。仕組みは先ほどの解説の通りである。ここでの特徴は本ゲームのタイトルにもなっているアフターバーナーである。アフターバーナーは GE 社の商標であり、一般名称はオーグメンターという。ざっくり言うと、ジェットエンジンの高温の排気に燃料を噴射し燃焼させることで推力を上げる。これにより最大で 50% の出力向上することができる。反面燃焼効率は極めて悪く、通常長時間の利用はできない。ジェットエンジンは急な加速などができないため、戦闘機の一時的な速度向上、離陸時などに使われる。例外として引退したコンコルドはアフターバーナー機構があり、超高速での飛行が可能であった。 F1 号はミサイルなどの武装を一切搭載せずに巡航速度で飛行すれば数時間は飛行可能だが、アフターバーナーを全開にし続けると15、20分で燃料を使い切ってしまうのだ。8. F14 について。アフターバーナーの次期のモデルはグラマン社の F14 である。ここで同機を紹介しよう。グラマン F14 トムキャットはアメリカの空母搭載可能な超音速、総発、複座、ツインテール、全天候対応可能な可変装引翼戦闘機である。大型で装備の充実した戦闘機である F14 はベトナム戦争中のミグ戦闘機との空戦経験を組み込んで設計されたアメリカンティーンシリーズ戦闘機の最初のものである。初飛行1970年12月21日、53年前。導入1974年9月22日。退職2006年9月22日。アメリカ海軍。生産1969から1991年。建造数712機。スペック F14A。 乗員2名。全長 18.87 メートル。全幅翼が稼働するため幅が異なる。 19.55 メートル 11.64 メートル 11.5 メートル。主翼交代角20度68度75度。全高 4.88 メートル。重量 17,322kg。離陸重量 25,760kg。戦闘重量 22,820kg。最高速度 2,434km/h。 高度 11,584m。実用上昇限度 17,556m。航続距離 2,876km。ちなみに0線では 3,350km の航続距離を持つモデルもあった。
1950年代後半からアメリカ海軍はソ連のジェット爆撃機や潜水艦から発射される長距離対艦ミサイルから空母戦闘群を守るため、長距離で耐久性の高い迎撃艦を求めていた。トムキャットという名前はトーマス F. コノリー提督に敬意を表して部分的に選ばれた。ニックネームトムの猫はコノリーの関与を反映するために開発中にプログラム内ですでに広く使用されており、現在そのあだ名が正式な名前に採用された。戦闘機に猫の名前を付けるというグラマンの伝統に沿ったものだ。空母から飛行する米国の戦闘機としては最大かつ最も重い戦闘機であった。F14 トムキャットは正空戦闘機と長距離海軍迎撃機の両方として設計されていた。この矛盾する設計思想はゼロ戦と同じである。飛行中に自動的にスイングする可変形状の翼が特徴である。高速インターセプトの場合は後退し、低速飛行の場合は前方にスイングする。F14 の胴体と翼は F4 よりも速く上昇できる。ツインテール、尾翼、エンジンナセルにハラフィンを備えた二重垂直尾翼により安定性が向上している。スパロー AIMヒューサイドワインダー対空ミサイル総発エンジンは間隔の広いナセルに収容されている。着陸装置は空母の運用に必要なカタパルトの発射、離陸、渡海舟、着陸に耐えられるよう非常に堅牢である。F14 は左側に内部に 12mm61 バルカン回転砲を装備しており、 AIM54 フェニックス AIM7 を搭載できる。主翼は燃料タンクを一体化した2桁構造となっている。主翼ボックス、主翼ピボット、翼の上下外板を含む構造の約 25% がチタンでできている。これは軽くて硬くて強い素材である。チタン部品の製造には電子ビーム溶接が使用された。エンジン F14A には当初フラット&ホイットニー製 TF30E412A または JTF10A の強化ターボファンエンジンが2機装備されており、それぞれの静的非接地水力は 93kN で、これにより航空機はマッハの最高速度を達成することができた。映画「トップガン」の空中シーンの撮影に F14 は利用された。グラマン F14 トムキャットは1986年の映画「トップガン」の中心となった。 F14 トムキャットは続編「トップガンマーヴェリック」2022年にも登場した。 F14 は本作含むさまざまな架空の航空機、特にマクロスシリーズに影響を与えている。初代地上時空要塞マクロス1982年に登場する VF1 バルキリーは F14 と比較し一回り小さい巧みなギミックでロボットに変形する。その途中形態であるが多くもかっこよく少年たちの心に記憶されるアニメーションである。主人公の一条光がミンメイのことをオタクという。制作スタッフの若手に相手のことを何て呼ぶか尋ねたらそう答えたとのことで劇中で利用された。問題はこれに影響された少年青年たちでマクロスのことを一切知らない他人へオタクという言葉をうっかり使ってしまう。今ではマニアックな趣味を持つ人をオタクと呼ぶが、その原因の一つに本作が挙げられる。疑似 3D について。セガ対艦ゲームは疑似 3D である。ポリゴンのゲームが登場するまでスプライトを使って 3D 空間を表現していた。いわゆる疑似 3D ゲームをフルポリゴンに移植された時に強烈な違和感を感じた人も多いだろう。それには疑似 3D が作り出す幻想的な偽りの世界があったのだ。2つの要素がある。1、スピード。まずアウトランの世界を例にしよう。アウトランで地平線のオブジェクトが横を通り過ぎるのにかかる時間はわずか 0.5 秒。いくらテスタロッサが時速 300km とはいえ、車を運転する人にはありえないスピード感だ。アウトラン2ではポリゴンとなり、現実世界をシミュレートするので、どれだけ速くても地平線のオブジェクトを通り過ぎるのに6秒はかかる。ゲーム内の映像はしっかり3次元で計算されている。しかしスピード感を優先させるためとスプライト数制限から均等に近い感覚で手前に向かってくる。これが強烈なスピード感を生むのだ。奥行き方向の面に関しては距離の2乗に反比例。カメラからの距離が2倍になれば
画面上での大きさは約4分の1になり、3倍になれば約9分の1になる。現実とは異なる映像処理、これが強烈なスピード感を生むのだ。これがアフターバーナーではどうなるか。F14 は最高速度が2434キロとなる。仮に F14 がお互いに最高速度ですれ違ったとすると、目視できる時間はわずか 0.1 秒。あっという間にすれ違う。開発側もそれは当然分かっていて、違和感なくゆっくりと対抗する飛行機が近づいてくる。そうでないとゲームにならないからだ。2D シューティングゲームを 3D には単純に置き換えできないのだ。実際はこちらに機種を向けて高速にバックしているのだ。反面地上オブジェクトは超高速で流れていく。ありえない低空飛行していると考えると、割り取りにかなった速度なのだ。アウトランでは普通地平線が手前に来るのは6秒かかるが、時速 2500km の戦闘機では地表付近を飛んでいるとすると地平線のオブジェクトは一瞬で通り抜ける。逆にアフターバーナーのポリゴン版はそこそこの高度を飛んでおり、それにしては速度が速すぎるのだ。一般旅客機もとんでもない速度なのだが、地上はゆっくりと流れるだろう。アフターバーナーを 3D に単純に置き換えてもオリジナルのスピード感が出ないのだ。もともと 3D シューティングゲームは 2D シューティングの置き換えである。2D シューティングの画面範囲はせいぜい数百メートル。これを時速数千キロで飛ぶ航空機に置き換えることに無理があるのだ。このように華麗な嘘の表現で美しい画面を作り出すのだ。2、攻撃。本来銃を撃つとすると画面の中心に向かって飛んでいく。これはスペースハリアーから採用され、今でも採用される技術なのだが、具体的にはショットはまっすぐではなく画面中心の反対方向に撃っているのだ。そうでないと敵に当たらないのだ。これは発明だった。この技術はその後の他社含む 3D タイプのゲームにそのまま採用されることになる。これらの理由によって疑似 3D ゲームでは現実ではありえないスピード感を生む。そのままポリゴンに移植した時の違和感はここにあるのだ。3D ポリゴン作品移植作への偉大な開発者を責めてはいけない。このように疑似 3D をポリゴンにそのまま移植することに無理があったのだ。10、飛行機の誘導技術。ここで疑問が浮かぶ。今は GPS で地球のどこにいるかがわかる。国際線で地球上のどこにいるかの映像を見たこともある人もいるだろう。GPS が民間に開放されたのは1993年だ。それまではどうしていたのだろうか。その歴史は古い。1、自分広報。昼間しか使えず地面の特徴を見て飛行していた。当然悪天候や洋上、夜間の飛行はできない。2、推測広報。すでに分かっている地点からの方位と距離を計算し、これに風速を考慮して正しいコースへの機種をどれだけ変えればよいか、どれだけ飛べば目的地に到達するかを推測して飛ぶ方法。原理的には航空機と気流、風、その相対運動の方向、機種方向、風向きと大きさ、規則、風速を知ることによって位置を求めるもので、全ての方法の原理となっている。3、転速方法。測定時間が正確であれば6分岐を使用して太陽、月、恒星、惑星などあらかじめ位置の知られている天体を観測し、得られた高度と天体方位、観測時間を転速計算表に当てはめて現在位置を知る方法である。以前は転速広報を専門に行うため航空士が乗務していたが、最近はドップラー、レーダーや INS による広報が発達してきたのでほとんどなくなっている。4、無線広報。地上の無線施設からの電波を利用して時期の現在位置を知る方法の総称。地上航行援助施設を用いてこれらの電波標識からの距離や方位を知る方法。近年でも利用されている広報である。時は第二次世界大戦。旧日本海軍の航空機用機砲6分岐である。船にしろ飛行機にしろ、電波広報が利用できない海域では星、太陽などの高度を測って自分の位置を特定する転速広報が用いられた。飛行機の場合は雲上を飛んでいれば水平線は見えないので、気泡水準器で水平面を設定して高度を測る。気
高録分離と呼ばれる観測器が用いられた。上が太陽、中は水準器に刻印された指標、下は気泡である。これが揃えば OK となる。その時のダイヤルのメモリが太陽のコードとなる。戦場で行われる転速計算は煩雑さを極める。熟練者で5分程度は位置測定にかかるだろう。飛行機の場合かなり厳しいものがある。さらに乗員の少ない機では操縦と転速を行わなければならない。一方で戦時です。搭乗員の訓練も限られた時間で行わなければならない。まず前提であるが、転速は磁気のいる場所の緯度、経度を知るために行われる。星を観測してコードを出し、転速計算を行った結果は緯度と経度で示され、それを海図や地図に落とし込む。第二次世界大戦中、日本の海軍は発想の転換を図った。限られたリソースから導かれた逆転の発想である。任意の時間の星の高さから緯度経度を知るのではなく、ある特定の地点にいたならばこの日、この時刻には特定の星がこの高さに見えているはずだ、とするのだ。搭乗員は星の高さを測定し、事前に計算された特定の地点の高さと比較する。結果、その地点に行くにはどのように飛行すればよいかを知ることができる。原理は単純だが、これは事前に膨大な量の転速計算をしておくことを意味する。海軍水路部が指導しながら勤労奉仕で参加した女学生たちが実際の計算をした。これらの技術により GPS やレーダー技術発達前の飛行機は飛んでいたのだ。実際は航空母艦も移動しており、的確に攻撃目標に達し、正確に着艦するのは非常に難しかったのだ。11、その他雑学。1、発艦と着艦。戦闘機はとんでもなく重い。離着陸のための滑走路の長さは 2000m くらい必要となる。一般的な日本の空港の滑走路は 3000m くらいである。当時世界最大と言われた戦艦大和は全長 263m である。アメリカ海軍の空母は全長 300m くらいである。最初期は帰還と発艦を同時に行いたかった。しかしそれは難しく、時間を空けて運用していた。この場合、発艦で事故が起きると帰還できなくなり、極めて危険な状況となった。イギリスがこの解決策を考えた。角度を変えた滑走路を作るのである。前方にある発艦用滑走路が約 100m で、艦橋の後から左前方に斜めになっている着艦用滑走路が約 200m である。普通に帰還と発艦しようとすると短すぎるのだ。着艦にはジェット機からフックを上げて、艦上の減速用ワイヤーをつかみ、急速に減速するのだ。発艦は重い戦闘機を2秒間で時速 300km まで加速させる蒸気式カタパルトを使用し安全に発艦させるのだ。2、空中給油。戦闘機は 2000km しか飛べない。往復を考えると片道 1000km。実際は現地滞在を考えるともっと短くなる。敵地に空母を近づけるのは危険が伴うのだ。そのために空中給油機は重要な設備なのだ。導入により行動半径が 1.5 倍まで伸びる。またフルで燃料を満載すると発艦には重すぎて十分なミサイルが搭載できなくなる。発艦後給油するのだ。給油機は巨大な民間航空機を転用するが、機内を燃料で満たすわけではない。液体は重すぎるのだ。一般的には200名程度の人員や設備の移動を兼ねている。給油方式には2通りある。フライングブーム方式。硬い缶を給油機側から下ろして給油機側からコントロールする。もう一つはグローブドローグ方式。柔らかい給油ホースを垂れ流し、戦闘機側で接続点に合わせる。構造が簡単なため複数の同時給油が可能である。しかし空中給油機はその構造上巨大であり、統一上飛行場から飛ぶことになる。また巨大がゆえに敵国から狙われやすく、地上からの攻撃も可能である。最新の技術では空母艦載無人航空機 MQ-25 が2019年に初飛行に成功した。給油機には高度な操縦技術は不要と考え無人機となった。機体自体はステルス性を意識したデザインとなっているが、高いステルス性は求められていない。そのサイズは現役戦闘機 F-18E、F スーパーホーネットとほぼ同サイズである。F-18E
F の搭載燃料は8063リットル、 MQ2 号は空母から 926km 先に約8500リットルの燃料を届けることができる。12、僕たちにとってアフターバーナーとはどんな存在だったのか。前年のアウトランに続いてセガが体感ゲームを出した。それまでは左右への筐体移動だったのが合わせて前転後転と二軸回転を実現していた。家庭用ではまだファミコンの時代。とんでもない見たことのないゲームだった。1987年7月18日稼働開始。当時11歳の小学生。知ってる音楽はファミコンや MSX の区形派サウンドとテレビから流れる歌謡曲だった。光源氏、中森明菜、チェッカーズ、少年隊、ポップスが学校でも流行っていた。ディストーションギターが奏でるロックにハマるのは少し上の世代だった。アフターバーナーがほとんど初めて聞くロックサウンドだった。少年の僕にはそれは衝撃的だった。聞いたことのない音だった。サントラも発売されずっと聴いていた。サントラではメロ入りになっていた。アーケードへの憧れかメロに違和感があった。メロなしのアーケード版が強烈にかっこよかった。そしてそれはアーケードでしか聴けない音楽だった。アフターバーナーきっかけでポップスからロックに趣味が変わった人が大量にいただろう。ファイヤの声でボタンを押すと轟音とともにミサイルが飛んでいった。高速に空を飛んで映像が回転する。それ以降現在に至るまでアフターバーナーを超える VR 体験はなかった。ポリゴンでは描画不可能な疑似 3D が作り出す美しい嘘の世界だからだ。僕は相変わらずのゲーム下手で全く進めなかった。それでもコインを入れてウィーンと筐体が動いて操縦桿に合わせて前後左右動く。ミサイルボタンを押すと美しい軌道と煙を描いてミサイルが飛んでいった。記憶の限りではグラデーションの画面が360度美しく回転する初めてのゲームだった。F14 戦闘機がとんでもなくかっこよかった。今でも世界一美しい飛行機だと思っている。街のハイテク世界バスで1時間かけて通ってアウトランとアフターバーナーをプレイする少年時代だった。それと同時に僕の MSX との描画性能差を感じるのだった。その後家庭用に移植される X68000 はとてつもなく高価なパソコンだったので電気店で見るだけだった。初めて手に入れたアフターバーナーはメガドライブ版だった。地上オブジェクトが少ないのと空のグラデーションがないのが残念ではあったが、そのサウンドとスムーズなゲーム性は満足のゲームだった。他の体感ゲームと同様に完全移植には10年弱が必要だった。それだけ偉大なゲームだったのだ。 X ボードに実は回転機能はなかったとかは小さな問題で、あの時代にあの映像を体験できたことは神に感謝して良いレベルだった。時代がポリゴンとなっても 3D シューティングゲームでアフターバーナーを超えるものはやはり存在しなかった。後のリバイバルも楽しんだが選ぶサウンドはやはりオリジナルだ。こればかりはどんなアレンジもオリジナルを超えるのは不可能だった。アレンジ曲がオリジナルを超えられない典型例だろう。まずこの楽曲群はアフターバーナーの BGM として作られた。ボイスやミサイル音、爆発音とセットで成り立つのだ。アレンジ曲ではメロが入る。それは時々ギターだった。ゲームに合わないと思った。淡々と刻むディストーションギターサウンドが最高にかっこいいのだ。YM2151 とセガ PCM とアフターバーナーのために作られた曲なのだ。セガマーク3、ファミコン、PC エンジン、メガドライブ、X68000、FM タウンズと当時の家庭用ハードで存在したのも大きい。それぞれ自分のアフターバーナーがあった。他機種の出来を気にしながらも何を優先するかで移植の出来は異なっていた。自分のアフターバーナーが結局最高だったろうと思う。あれから37年の月日が流れた。僕は被爆地に生まれて被爆者である父より物心がつく前から戦争の悲惨さ、愚かさ、核廃絶の重要性を叩き込まれた。宮崎駿氏は猛烈な戦争反対派だ。同時に戦車や戦闘機愛好家としても知られている。それは矛盾しているように見える。究極の機能性能を求めた戦闘機は美しい。ゼロ戦開発者である堀越二郎氏も初めてゼロ戦が飛んだ時美しいと心の中で思った。改めてプレイするアフターバーナーは
ボーナスステージでのんびりわずかな休息の時間を過ごす敵兵をボーナスと表現して予告なしで攻撃する。そして脱出の時間もなく追撃される敵戦闘機のパイロット。彼らには両親がいて妻がいて子供もいるだろう。少年の頃のように無邪気に楽しめなくなった。この世に完全懲悪はなく、地上と思想の異なる2つの組織間で発生するのが戦争である。どちらも自分が正しいと思っている。なのでこの世からなくならない。少しでも犠牲になる人が減ることを願う。今ではゲームセンターは最新の映像を体感する場所ではなく UFO キャッチャーをする場となった。今でも仕事中にアフターバーナーのサントラを聴くと11歳当時の薄暗いタバコの匂いのするいろんなゲームの音が混ざったゲームセンターの姿が思い浮かぶのだった。今回の動画はここで終わりです。チャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどいただけますと次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。